冷蔵庫についつい眠らせてしまう残り物を簡単に美味しく大変身させるこの特集です。さあ今回はお料理に関するさまざまな悩みを解決していこうという企画でございます。皆さんもいろんな悩みありますよね。野菜とかつい余らせたり、子供の好き嫌いなど料理に関する悩みいっぱいありますよね。そこで今日はそんな悩みをシェフが解決しちゃいます。まずは最初に主婦の皆さんがどんなことに悩んでいるのかちょっと聞いていきましょう。具体的にね。キャベツとか、キャベツ余りがち。一玉で買うので、だいたい途中で半玉にすればよかったなって思います。一玉使い切る玉ねぎもそうですね。ラップで包んどいて、冷蔵庫で眠ってる。で、これ何にしようっていうことは結構ありますね。いやー、料理に関するお悩み皆さんたくさんあるようですね。そこで今回それらを解決してくださるのがこの方。イタリア料理店リッラの浅野です。よろしくお願いします。なんとイタリアンのシェフに教えてもらいます。意外なところ行きましたね。札幌のイタリア料理のお店チーボ・エ・ピーノ・リッラの浅野愛美シェフ。札幌出身でイタリアに渡って経験を積み、札幌に戻ってイタリアンの有名店で料理長を務め、4年前に独立しました。イタリア料理はもう家庭料理だと思ってます。イタリアでは普通にお昼ご飯でパスタ食べて、夜ご飯でお肉食べてっていうのが日常なので、日本でいうカレーを食べたり肉じゃがを食べるような感覚と変わらない、本当肩肘張らないお料理だなと思ってます。さあ浅野さん、はい、街の声で最も多かったのが冷蔵庫の中の残り物問題なんですね。で野菜でいうと、玉ねぎやキャベツが余っちゃうんだよねって人もいたんですけど、どういう風に使ったらいいですかね。はい、イタリア料理ではトマトで煮込むことが多いので、もし余ってるトマト缶とかがあればそれで煮込んだらいいかなと思います。決して難しい料理にならないんですね。大丈夫です。すごく簡単です。最も多かったのがキャベツと玉ねぎで、これにトマト缶とニンニクを合わせて料理を作ろうというものです。ニンニクを切ります。はい。余ってるチューブのニンニクとかがあればそれでもいいんですけど、チューブでも OK。ニンニクも意外と残りがちかもしれないですね。そうですよね。玉ねぎも切っちゃって一緒に先に火を入れてしまいたいと思います。はい。大体1センチ角ぐらいですか。5ミリぐらいですかね。余った野菜であれば何でも OK です。これに限ったことではない。はい。玉ねぎ一回炒めてあげた方が。何？オリーブオイルです。オリーブオイル。はい。普通のサラダ油っていうんですか、家庭のでも全然大丈夫です。できればオリーブオイルの方が香りがいい。はい。ニンニクと玉ねぎをオリーブオイルで炒めていく。はい。ここで塩もしちゃいます。ここでする。塩を入れると玉ねぎが甘くなるので、その間にキャベツを切ります。2センチ角ぐらいですか。そうですね。だいぶ透明感出てきましたけども。いい感じですね。はい。じゃあもうキャベツも入れちゃいたいと思います。はい。玉ねぎ美味しそうです。これは豪快に。はい、ちょっと多かったかな。全部入れちゃいますね。なんかいいですね。ちょっと適当感っていうか。おうち感があっていいですね。ここでももうすぐ塩しちゃいます。また塩が入る。はい。ちょっとつまみ。キャベツもこれでちょっと甘みが出てくるんで。今2段階で塩入れましたけど、塩入れるタイミングっていうのも大事なんですか。なんか早めに入れてあげた方が野菜甘くなるかなっていう気がします。気がする。気がする。浅野さんの感覚ですね。はい。経験です。凄腕のプロのね感覚だから。今のところでも変わった食材は別に入ってないですもんね。そうですね。うわここで量はどれぐらいですか。量は大体です。なんかすいません。キャベツの時もちょっと感じたんですけど、結構目分量っていうか。はい。感覚で。料理は感覚。実際にそんなに量測ってやらないですもんね。
後付けのように言ってます。どれぐらい煮詰めますか？今まだトマトの水分がビチャビチャっとしてるので、はい、これがなんて言うんでしょう、ボテッと凝縮されるボテッとこういい感じにいい感じになってきた。煮詰まってきます、はい、ちょっと味見して、あ、すごい、もうほとんど水分ない。はい、もうゴールです。これがゴール、はい、完成です。完成。いい感じです。超簡単ですね。これで一品の本当煮込み料理として食べてもいいんですけど、どう？朝ごはんとかに例えばパンの上に乗っけて焼いて食べても美味しいかなと思います。パン。はい。こちらもちょっと残しがちな食パンの上に乗せて焼くといいな。こんな仕上がりに。名付けて残り野菜でトースト。そのままなんですけども、チーズを乗せて焼けばピザ風にもなりますし、朝ごはんにもおすすめですよ。いや、パンに乗せるとは思わなかった。そしてなんかこう困ることとか悩みってありますか？お料理。やっぱり子供がいるので一番の悩みは野菜を食べてくれないことが一番の悩みなんです。野菜嫌がりますか？嫌がりますね。野菜好きですか？嫌いみたいですね。天谷さんのことが嫌いなんじゃない？いや、わかんない。そうかも。小松菜？いや栄養価が高いから買うんですよ。今ちっちゃい子もいるので。ただそれであんまり自分が好きじゃないので。ちっちゃい子のために調理したらちょっと怒っちゃう。栄養いっぱいの小松菜を子供に食べてほしいというピンポイントな悩みも解決しましょシャキッと感から出てくるその青臭さとかがお子さん苦手なんじゃないかなと思うんですよね。確かに独特の苦味というか、えぐみというかあるかもしれないですね。はい、なのでイタリア料理でもよくある調理法なんですけども、野菜をもうくたくたに煮てしまって、はい、ニンニクと一緒に合わせてみたらどうかなと。でもお湯先に沸かせてあります。はい、もうただお湯。塩入ってます。あ、ちょっと塩入ってる。はい。一つまみ。適当。パラパラっと。わかるような、わかんないような。ちょっとしょっぱいなぐらいの味見をしていただいて、そんなにしょっぱくないぐらいで。まず小松菜だけ。はい。くったくたに茹でていきたいと思います。くったくたに。はい。茎の方から入れて、後から葉っぱ。葉っぱをもう押し込んじゃいます。あ、ぐっと。多分一般的には 1,2 分でこうさっと揚げて氷水とかに取ると思うんですけど、氷水にも今日は取らずにそのまんま茹でた塩味もそのままつけたまま、今くたくたぐらいですね。今くたくたぐらい。はい。目指すは？くったくたです。くったくた。あ、くたくたになってきました。なってきた？はい。どういう風にしたらわかりますか？さっきはまだいけるって感じだったんですけど、はい、今はもうそろそろ勘弁してくれっていう感じ。新しいキャラクターを発見しましたよ。これ。ザクザクっと。ニンニクがちょっと目を覚まし始めたところなんで、ここから。朝の節がちょこちょこね出てきますけど、ニンニクが目を覚ます、はい、いい表現だな。今すごいいい感じに香りが油に移ってると思うんで、はい、ここにもうジャッと入れちゃいます。で少し茹で汁を入れてあげて、茹で汁、さっき小松菜茹でたお湯を少し入れてあげる。で、火を止めて最後にエキストラバージンオリーブオイルを入れて完成です。完成。はい。おお、できた。これもまあ簡単ですよね、手順としてはね。そうですね。イタリアでは野菜をくったくたに煮ることが多いというのをヒントに小松菜のくったくた煮です。もちろん他の葉物野菜でもブロッコリーでも OK ですよ。じゃあ浅野さん、早速いただいてみましょうかね。まずこっちね。はい。通常パターン。いやもう見るからに美味しそうですけどもね。確かに。いただきますよ。あ、うまい。まずやっぱりニンニクの香りがファーっときまして、キャベツの甘みがちゃんと感じられます。食感いいですね。美味しい美味しい。
で小松菜感はいい意味ではだいぶ減ってますね。ただこれ大人ですね。大人ですかね。はい。ひょっとしたらお子さんに食べさすときはちょっと醤油垂らしたりとかそうですね。しちゃってもいいかもしれないですね。あともう豚しゃぶ乗っけちゃうとか。豚しゃぶ。はい、お肉と一緒に食べてもらえたらお子さんにも食べてもらいやすいかなと。ポイントはあれですかね。ニンニクとオリーブオイルですかね。そうですね。あとアバウトな味付け。はい。愛情と。はい。さあ簡単イタリアンいかがでした？まあ料理をする庭野さんとしてはどうでしたこの料理は？そうですね。私ちゃんと料理する方ではないんですけれども、結構簡単にできそうでしたし、これパンにのせるとこう染み込んでまた美味しそうだなって思いましたね。白井さん、浅野シェフはいかがですか？いやもう最高ですね。もうボテッとくったくたでもう料理が完成するんですから。なんかもうニューキャラクター登場っていうか本当ですよね。すごいシェフなのになんか家庭料理のレベルまでこう降りてきてくれるという感じがして、その通りでございます。いいですよね。チャーミングでしたよね。さあ余ってる食材がないか皆さんもちょっと冷蔵庫を開けてみてください。ひょっとしたらそれらが素敵なイタリアンになるかもしれませんよ。